ですね。はい。この近くなんですか？ここは特定避難干渉地点ですけども、はこのちょっと上には計画的避難区域がありまして、い。はい。そこのお宅での数値ですね。ああ、そうなんですか。はい、あそちらはは先週金曜日のフライデーなんですけども、あ。ああ。今インターネットの、は週刊現代ですか、講談社さんのね、い。はい。それも昨日一昨日ぐらいからアップされたようで、ああ。ツイッターではそういった話を出していただいて、私もリツイートなんかしてるんですけど、はですから9月30日の文科省のプルトニウムとスロンチウムの、発表の、3日ぐらい前に取材に入ったんです、これね。その1週間ぐらい前から同意体研究所の所長から、データをもらったんですよ。それを市に言ったり議会に言ったりして、皆さんに資料をお出ししてて、もうストロンチウムも出てますよというんで、9月30日の文科省発表でもストロンチウム出てると、南相馬市4カ所中、4カ所全て出てると。しかもこの南相馬市を超えた、北の相馬市では、1万ベクレルを超えてると。合わせて考えれば、全域にわたってですね、このストロンチウム汚染が進んでると考えて、直ちに水質検査、そして井戸水の使用停止を言うべきだと言っているんですけど、動かないんですね。国の方、保健所関係もですね、検査項目に入ってないんですよ。同じ水溶性のセシウムなんですけども、これは水に溶けて粘土鉱物と結びつくということで、我々井戸水なんですけどもね、結局粘土鉱物と結びついて下に沈んで、そして我々はその上澄みをですね検体に出すもんですから、セシウムも出なかろうとそうですね。今回おしなべてね、何をやってんだろうっていうことですね。つまり国からの強い指導や圧力があるんじゃないかと思うんですね。前はほら占領系、石原なんか言ったけど、貸すなと、測らせるなと。当初ほら海外から5万機ぐらいね、その占領系が、税関のねそこに滞ってると、その後どうなったか分かりませんしね。この南相馬に至っては初め200とかね、もっと前は10個とかですね、また届いたのはいいけども、全くその桁違いで使えないとかですね、いろいろ問題があったりして、ですからまず測らせるなと。そしてある程度ガンマ線の各種、4つか5つぐらいなくなってしまった100数字に過ぎた時にね、今度はモニタリングが始まったわけですよね。先日後の南相馬でも、おかげさまで40名近く、第2回目だったんですけども、やっぱりマスコミ各社、十数社に電話したり連絡しましたけども、一切来ません。そうなんですか。郡山で昨日ねデモあって、ある程度ね取材も入ったっていうんですけども、なぜ南相馬に来ないか、特に私らに来ないかっていうのは、やっぱりプルトニウム、MOX燃料3号機のね、そのプルトニウムはどうしたと、私らの一番の気がかりはそこですから、そこだけは触れてほしくないらしいんですね。論破しやすいっていうことですよね。3号機にはそのウランに9% の割合でプルトニウムが混ぜてあるということで、3号機に何かあれば大変だというのはこの地方の人たちの共通認識でしたもんですから、それがいよいよ爆発したとなりましたね。ですけどその映像すら見せてくれませんけどもね。そうですね。だからストロンチウムがそのナチスの化学兵器だなんて分かってる人もいないし、だからプルトニウムと言われると、皆さんピンとくるんですね。でもちろん毒性は最強ですけどもね、プルトニウムはね。ですから311の時点でもうすでにメルトスルはね、向こうは原子力村は分かっていて、その後最短期間で最小保証額でですね収めようとしてきて、畳み込んで今設定区域解除とかですね、
4月1日まではですね、この警戒区域もある程度、解除していくんじゃないでしょうかね。それに向けて動いてるみたいですね。あ、そうなんですね。ですから住民の健康とか命とかね、それはもうさておいて、責任とか対面を取り繕うっていうか、何かそのなんていうんですか、具体的に例えば除染とかね、今南相馬市内でもこうあれは自主的でしたかね。なんか公共施設を今10億円かけてね、一応やりました。そして市の予算を使ってやって、後には請求するらしいですけれども、それにしても 1% です、面積費のね。それで10億円なものですから、とてもではありませんけれども、いくらあっても足りないと。でしかも広い面積のわずかピンポイントでやってますので、また周辺の、数値に合ってくるわけですよね。これを称して、児玉先生は緊急除染と高級除染は違うというふうにおっしゃってるんですけど、じゃあ高級除染はというと具体的策はないわけですよね。予算的な裏付けもないわけですよね。ですからまたね、除染もね、まやかしでね、結局何を除染してるか分かんないんですよ。除染前にガンマ線を測定して、除染後にどれだけ差があったか測定するって言いますよね。ガンマ線っていうのは4種類しか5種類しかないわけですよね。でアルファ線ベータ線各種はどうしたのと、見ないじゃあ取り除かれたかどうか分かんないじゃないのと、やっぱり物理的な性格があって、どれだけその沈着こびりついているか測る対象外なんですよ。何を先生やってらっしゃるんですかと。放出された31のものはもうすでにお分かりだと思うんですけども、今それが改変化してきていて、違う物質に変わっているんですよ。例えばテルルというものは改変して要素に変わってますから、ですから要素が出たりもするわけですよね。ですからそういった今現在の各種はどういう性格をしてどれだけの量があるのかと、それを公表もしないで単に除染と、除染こそ危険な行為なんですよ。それを200件300件ある行政区で50万円の補助でですね、やりなさいっていうんですね。これはもちろん人件費なんか想定してないんですね。ただであなた方は東電のために二次被曝の危険を冒してやるんですよと。ですから行政区長さんもある程度市からのお金でもらってますんでね、住民と市との板挟みにあって一向に進まないと。ですけど強権的に上から指示されるので、今日あたりも人足何人か集めて道路をやったりね、学校もしかりでやはり校長先生から電話あったりですね、 PTA の会だと言われるとですね、お付き合いとして行くわけですけども、本当だったらやりたくないわけですよ。原因者負担ですから。なんで東電の社員がやらずしてね、我々が、ね、無償奉仕で危険を、与えられてやらなくちゃいけないのかと。ですから東電政府というふうに私は言ってるんですよ。東電が政府の上にいると。ですから出されたものが31各種これだけあると、ね、これが6月6日にファインでですね、経産省から IAEA に報告書行く、前段階で出たわけですね。これを見ればですよ、プルトニウムは4種類出てる。ところが9月30日の文科省の発表では3種類しか発表してない。残る1種類が3種類合計の50倍近いね、プルトニウム241、これについて統合記者会見で、質問した方がいるんですが、これはおそらく私のブログをね前から見てる方なんですけども、どこに行ったのかと、聞いたところ、それは検査が難しくて調べられない、そんなことをのたまわけですよ。
でこれらが当初放出されたもので、時間が経つに従って違うものに変わっていくわけですよ。それも発表してないでしょ。そうですね、今この物質はこういうふうになってどれだけの量があるっていうふうにも言わないでしょ。国民の命や健康を大切にするんだったらばですね、厚労働省が言わなくちゃいけないんです、これね。そうですね。でましてや小玉先生、東大の小玉先生は放射線治療のプロフェッショナルでしょ。で放射線各種がどういうものであってね、どういう、性質のものかと、熟知されて、そして東京大学の要の位置放射性物質に対してはですね、27各種を東京大学では調べることができていて、そしてそれを分けて保管管理しなくちゃいけないと、その元締めですからね。日本の最高峰のですね、放射性物質の元締めですよ。で3月の発災以来全体この辺の地域の土壌、水質、植物を調べているのは東京大学ですよ。全ての情報を知ってますので、何がどれだけ危険性のあるものがどこにあるかは分かっていらっしゃるんですが、そのことについては言わずにおっしゃるのはただ除染なんですよ。もちろん除染することはいいことなんですが、ガンマ線だけをね焦点当てているっていうこと自体がですよ、これは何か、原子力村をですね想像してしまうわけですけども。小玉さんは小玉先生とはお会いになったことは、あります。お話とかはやっぱりその時にこういろいろされて、いや5月下旬から彼は来たと自分では言ってるんですけども、実際挨拶に来たのか、6月10日ぐらいから現場には入ってもらったようなことは、市役所から聞いておりまして、私も質問をいくつかしたことはありますが、本音を語らない。で岩上康美さんなんかをね、ユーストリームなんかを見てますと、私も初めて意識したのは、共同記者会見ですね。この南相馬市で行われた土曜日の午前中ですよ。こんなことはありえないわけですね。普通平日でね、我々議員の方にどういうことがあるっていうのは事前にあるわけですけども、全くなされぬままに共同記者会見をやっている人がいると。なんでこの7万人の、田舎町としてもですよ、市長と一緒に共同記者会見やるぐらいですからね、相当なもんだろうと。いやそれにしては全然話がなかったなと。後から聞いてみたらボランティアなんですっていうわけですよ。肩書きは立派だけどね、そんなことってありえないでしょうと。共同っていうのは共同の立場でね、共同の責任を持ってやるわけでしょ。ボランティアさんが共同記者会見やってること自体がおかしい。で何をやってくださってるのかと。いや幼稚園小学校の除染アドバイスです。いや除染というんだったらね、このお医者さんよりはハウスクリーニングとかね、そういう掃除屋さんのがよっぽどその汚れを落とすについては専門家であって、この先生の二重らせん構造を聞いてね除染してもしょうがないんでしょうと。でおかしいを教育しようと言ったらば、どうにか2ヶ月経ったらば協定書を作りましたと。私が言ったことなんですよ。協定しろと。そうすれば私らだって調査権が出てくるんだと。予算の執行についてもね、突っ込むこともできるし、ようやくね、こういう調査権が発生して、除染室長に言いましたところ、これとこれ聞いてくれと。これは調べられないのかと。一切受け取りませんからね。いや何なんだこのその予算はと言うとると、交通費実費弁済ですねって、そんな軽口を聞くわけですよ。そうじゃなかろうと。除染っていうのはね、命を左右するかぐらいのね、健康にとって大変なことなんであるから、そんな話で協定書を作るのかいと。ですから本当の協定書、調印した文書を出してこいって出さないんですよ。まだ見えてないその協定内容が。作りました、東京大学入りました、東北大学の県政をしました、で福島医大の県政をしましたと。東京大学がなんか南相馬に入り込んだらしいと。それぐらいのマスコミに使われてるのは内容なんかね、ないんですね。どれだけの協定で何をしてくれるのかと。いやだってお医者様でね、
放射性物質の毒性もそして治療もですね、プロフェッショナルなるんですから、それがその無造作にこの散らばってる状態を見てね、そして舞い上がって吸引するような子供たちのノーマスクで、こういう状況を見てですよ、その滑り台の右側が多いとか左側が多いとかですね、こういう話じゃなかろうと思うわけですよ。除染はいい、除染しながら、除染する前にこういう対策は取りませんかと、つまり、ね、子どもさんたちについて、妊婦さんについて、若い女性について避難をするということをお医者様の立場でですね、これはね、こう想像できませんかと、私はそこを言ってるわけですよ。学者先生に物申してるわけじゃなくて、この南相馬市の命運を握る除染のアドバイスとしてですね、協定を結んだ東京大学のアイソトープセンター所長に言ってるわけですよ。私は4つ言いたいことあるんですって言ったら3つしか言わないしねなんか専門的なその、ね、情報に溺れてしまってね、果たしてこう全部このフォルテッシモで来たもんですから、確信が分かんなかった。で書き起こしなんか私見てね、結局除染はするというふうに言ってるが、その間にその妊婦や子供を逃がしてくれっていうところには力点がないぞと。とにかく除染するから帰ってこい派だなと。ですから当初から私は東大っていうことに対しての規制外にはありませんでしたけれども、彼が言ったことに対する、そしてこのデビューの仕方に対する不信感はあったわけですけども、今ここに来て除染している小中学校の周辺の住民から電話がかかってきてですね、見てくださいと、もう土ぼこりは舞い上がって周辺住民に自被爆ですと、そして高圧洗浄機で水煙が舞い上がってですね、これまた風下の住宅二次被爆ですと。全てその職員に文句を言った住民に対して職員はこう錦の御旗っていうか印籠っていうかね、東京大学言うわけですよ。でいますかその人って。いないんですよ現場にはね。そうなんですね、なんでしょうかと。だからボランティアじゃダメなんでしょと、ね、責任を持ってねお金を払って、そして現場にいてもらう人じゃないとダメでしょうと。いまだに現場にはいませんけどね。いやですからね、本当にお粗末ですよね。人体に被害があるかどうか、それをモルモットというふうにしてね、地元の人たちは言いますけども、山にお猿さんがたくさんいるんですよ。発災当時から山のものを食べてますんで、いち早く、ね、あの方たちをですよ、命をいただいて、そして検体としてどこに何があるか調べれば一発でしょこれ。こんなの私に言われてることないんじゃないですか、お医者さんたちは。人間で実験する前にもうすでにこれだけお猿さんがいて、生活を営んでらっしゃると、それで人間にとって安心か安全か、一発でしょ。そんなことも考えつかない、ね、偏差値72の東大の先生ではないと思いますよ。そんなことを考えつかないでね、国家医師免許のキャリアじゃないと思いますよ。でこのにわか景気でいろいろそのお金も入ってくるもんですからね、利権も大変発生していてですよ、結局5年後の浪江小高原発と、そういうところに蒔絵人参でこう誘導されていくんじゃないでしょうかね。まさかなんて皆さん言うんですよ。だけども原子力村の住民はですね、冷暖房完備の高級マンションで、今度被災地の黒なんか知りませんしね、今は鳴りを潜めて早期に起死回生を図るというのが彼らの命題であったはずですよ。それだけのことやってきたわけですから。ですからそういうことをあらかじめこう見抜きながら、先手というか、先手にはなりませんけれどもね、その抗っていくと、全部向こうからの発表を鵜呑みにしていたんではですよ、ハンメルンの笛吹きみたいな感じでね、
やがては崖っぷちでですね、みんな集団自殺みたいなことになるんでしょう、これ。かつての帝国大日本帝国のね、大本営発表でね、国民もろとも火の玉になってですね、玉砕させられるんじゃないでしょうか。